なぜ米からこんなフルーティーな香りがするんですかってよく言われるんですけど、やはりそこが、酒造りの面白い、またこう魅力の一つだと思ってます。そこにアルコール、添加というのが大きく関わってます。香織さん、Yes. In the premium sake, it's categorized as junmai or non-junmai, Right. So, what is this non-junmai? Non-junmai, we say alten, alcohol added. Four out of 8 category of sake, premium sake. Okay. We have 8 category of premium sake. Four of them, alcohol added. Okay. Distilled alcohol is added, small amount. Distilled alcohol. Yes. What kind of distilled alcohol? Distilled alcohol in Japanese is say Jozo alcohol. It's very pure, no taste, and when that Jozo alcohol is brought inside the brewery, it's 96%. But because of the fire regulation, it have to dilute with the water to down to the around 60%. And then when they add it in the moromi tank, it will be down to the 30%. It's no taste. It's just a pure, very pure alcohol. It's not a shochu. It's not other. It has to be pure distilled alcohol. So why they are doing that? We visited Takahashi Shoten Brewery, and they're really good at adding alcohol and making a beautiful sake. Right. Yeah, so let's watch the video. Yeah, we will find out. Sip of Japan. So, そもそもアルコール添加とはどういうことですか？お酒の最後絞る前に醸造アルコールを添加するというのがアルコール添加になります。発酵で作ってるお酒に対して醸造のアルコールを足すっていうことなんですね。そもそもどういう、なんでそういうことが始まったんですか？これにはいろいろ理由とまた歴史の背景というか、そういったものがありまして、まず昔はですね、特に戦前戦後、戦中そのあたりは米がそもそも足りないという状況の中、お酒のはたくさん欲しいということで、醸造アルコールを添加してやって量を増やしてたというのがその時代はあります。この頃のアルコール添加というのは、ただ単に量を増やすというですね、品質よりかは量という時代でした。その後やはり醸造アルコールがたくさんあるお酒って結構悪酔いしたりとか、あまり評判が良くなかったんですけど、その後時代が変わりまして、今度は品質を良くするためにアルコール添加というのを行うように変わっていきました。味を安定させるっていう意味。そうですね。お酒作る時に当然微生物が働いてアルコール発酵というのは行われていくんですけど、やはり生き物なので、それぞれ働き方もどんどん変わっていったりして、最後できるお酒も品質にばらつきがあったりするんですけど、そこら辺を安定させるという意味でアルコールを添加したり、また品質が劣化しないようにアルコールを添加したりといったそういった役割で使われてました。いろんな菌を殺すっていう意味でのアルコールの使い方であったりはしたんですかね。アルコール発酵するのには酵母が必要になるんですけど、酵母はアルコールがどんどんできてくると最後の方は
自分で死滅していくんですね。でその時に雑味が出たり、いろいろこうアミノ酸が出たりというふうになるんですけど、ちょうどいいところでその酵母の発酵を止めてやろうということで、アルコールを添加するとそのところで、アルコール発酵が止まるということで添加してやりましたね。なるほど。その後にまだ発酵が進んでいかないようにっていうことですよね。そうですね、うんはい。でも最近のアルコール添加っていうのはまた考え方が変わってきてるっていうふうにも聞いてるんですけど、その辺のお話を聞かせてください。そうですね。お酒の醸造技術もどんどん上がってきていますので、以前のようにアルコールを添加することによって最後の味の調整といいますか、最後のそのお酒の仕上げっていう、そういうのも変わってきて、今は添加しなくても最後きれいに仕上げるというのはできるようになってきています。ただなんかもっとなんか大吟醸って結構こう職人技とか何かこうもっとこう美味しくなるっていうことがあるんですか、香りの面とかで。はい、そうですね。やはりお酒のこう面白みといいますか、味わいというか楽しみ方の一つに、やはり香りというのはすごく重要なポイントになります。よく皆さんですね、なぜ米からこんなフルーティーな香りがするんですかってよく言われるんですけど、やはりそこが酒造りの面白いまたこう魅力の一つだと思ってます。そこにアルコール添加というのが大きく関わってます。アルコールを添加することによって結構もろみとかの中の香り成分とかも。そうですね。普通に酒作っていくと、当然香りは出るんですけど、そのいい香りは最後絞る時に酒粕が出るんですけど、その酒粕の方に香りがどんどんこうついてしまって、お酒の方にあまりいい香りが残らないんですよね。その時に醸造アルコールを入れてやると、そのアルコールの方に香りがつくので、いい香りの成分をお酒の中に残すためにはこのアルコール添加っていうのはすごく意味のあることです。菓子とともに去っちゃうともったいないんですもんね。そうですね。せっかくいい香りをですね出しているので、それを皆さんに楽しんでもらいたいと思う。その気持ちですね。一番いいところが酒粕とともに去っちゃうと。酒粕いい香りしますもんね。そうですよね。で特に最近はですね、ワイングラスで香りを楽しんで日本酒もこう飲んでいただく機会が増えてきてますので、そういった時にはやはり香りをアピールしたいですね。なるほど。そのアルコール添加するものは、どういうアルコールを使ってるんですか、その醸造アルコール。それはですね、サトウキビとかから作った蒸留酒ですね、それを使います。ただ今はですね、我々はその大吟醸を作った後に当然酒粕が出ますよね。その酒粕をまた酒粕焼酎としてますので、そういった蒸留したお酒をもう一度醸造アルコールとして入れてやろうというのも今試みとしてやっております。そうすると本当にますます美味しくなりそうな感じですよね。そうですね。添加する醸造アルコールもやはり我々が作った大吟醸の酒粕を使ったりするので、そうするとそこにもまた吟醸の香りもあるので、何倍も美味しくなるのではないかなと思ってます。いろんな利点があるっていうことですよね。アルテン酒の。でもそのアルコールを添加するやっぱりタイミングとか、入れ方とか、そこがやっぱり難しいところなんですよね。そうですね。とりあえず入れればいいというものではないので、入れるタイミングが難しいです。当然発酵のまだ最終一番大事な部分になってきますので、あまり早く入れてしまうとまだその発酵が未熟な段階での投入になりますので、ちょっとヨーグルトのような香りがそこで出てしまったり、また遅れてしまうとですね、また雑味等が多い中に投入ということになりますので、入れるタイミングというのは難しさがあります。それを入れるのも例えば本醸造は結構ジャーって入れるけど大吟醸はソロートとかなんかそんな感じなんですか？そうですね。特にやはり大吟醸は我々こう繊細なものとして扱ってますので、アルコールも
ドバッと入れると中のもろみもびっくりしちゃいますので、少しずつ下の方から徐々に入れていったりですね、いろいろこう優しく気を使いながらアルコール添加の方も行ってます。やっぱり水に溶けにくい香り成分もこういったアルコールには溶け出すっていう感じなんですかね。はい。なかなか香りっていうのは水にはですね溶きづらい部分もあるんですけど、アルコールの方には多く溶け込みますので、はい。結構なんか柱焼酎って昔からこういうのがあったって聞いたんではいすけど、昔そうですね、いわゆるそのです。はい。柱焼酎として入れていったのが、今はその醸造アルコールとしてそのサトウキビを原料にとなってますけど、またもう一度その柱焼酎として我々はその酒粕焼酎とかを使いながらやっていきたいなというふうに思ってます。柱焼酎っていうのもなんか言葉的にいいですよね。なんかこうしっかりこう柱が立つような感じで、そうですね、やはり安定性っていうか醸造アルコールの入ってるお酒は、骨がしっかりしてるような気はしますね。はい。やっぱり味の特徴とか香りの特徴っていうのはやっぱりあるんですか？そうですね。純米に比べて。味の場合はどちらかというとすっきりした味わいになりますね。軽さが出ます。なのでたくさん飲めるお酒になると思います。飲み続けられるお酒そうですね。飲み飽きしないと思います。長い時間飲んでも疲れないし、はい、食事とともにこうずっと飲めるようなイメージですかね。はい。すっきりした味わいなので料理の味わいを引き立てるのにはすごくいいお酒だと思いますね。飲み方はアルコール添加しているものは例えば冷やがいいとか、ぬる感がいいとか何かそういうのってあります？まず大吟醸と呼ばれるようなものは香りを楽しんでいただいて、でその味を楽しんでいただいて、この辺りは冷やで飲んでいただくのがいいのかなと思います。で本醸造とかそういったタイプになってくると冷やでもいいですけど、やはり食事と一緒に少し温めていただいて缶したお酒で合わせていただくと長くたくさん飲めると思います。私も本醸造とか大吟醸とか結構美味しいなって思って飲みやすいんですよね。すっとこう抵抗がないっていうか、はい、美味しいと思います。うちの蔵人もみんな本醸造を飲んでます。お食事に合わせやすいし、そうですね、軽いですよね。もう慣れ親しんだ味なので、それが一番美味しいと言って飲んでます。なるほどですね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Of Japan. Now I understand why they add alcohol. That was interesting. Interesting. Stop the fermentation. Stop the fermentation suddenly, and then it's very required high skill, and then I think it's a very beautiful technique. Right. Because after the Second World War was to make the sake portion bigger. That's why adding alcohol. Some people, heard about that. I heard about that, but it's not the reason why anymore. Right? It's supposed to be very beautiful tradition, and they have to, bring down to generation to generation. Right. Okay, so this is the Junmai Ginjo, which means pure sake, no additional alcohol. Let's try their Junmai Ginjo first. Yeah, this one is from Takahashi Shoten, right? Yes. Junmai Ginjo is my favorite. Anyways, but, yeah, kanpai. 乾杯。うまみ。Nice aroma. Fragrant. A lot of, the rice taste is, overwhelmed. It just, The aroma of a hint of yeah. cantaloupe. Yeah, it's good. Good bitterness and Okay, so now it's time to try their Daiginjo, which is they added alcohol, small amount of alcohol. small amount of alcohol. Yes. There's a rule, right? How much alcohol? Yeah, it cannot be
exceed 10% of entire rice weight. Right. So that means very little amount. Not entire of the fermented sake. The rice weight. The rice, right? Okay. So this is their 大吟醸雫絞り. Sounds fancy. 雫 is a drip. Didn't even press. They just drip Yeah, the sake just out let from it the go. bag. 乾杯. Bye. Oh wow. Yes, yes, yeah, definitely. Wow. More Lots of aromatic. aroma. Yeah, Wow. good aromatic component is really extracted from Right. the moromi. You definitely should drink with this kind of like wine glass so you can enjoy the aroma. I also like Junmai type, but a different, Yeah. No, it's different. more a little bit sharper, Mm-hmm. more cleaner, Right. beautiful. Mm. A lot of competition sake Mm-hmm. is made by Daiginjo. Right. Yeah, because of its technique Mm. and the beautiful aroma is more, Yeah. Require a lot of skills. Yeah, especially just imagine when there is no data is available. Oh. But this kind of tradition is, date back to the Edo period. The 17th century, Japanese people already use as a hashira shochu, right? Right. So clean and so Yeah, definitely. beautiful. Yeah, cleaner, smoother, but still has more body. Yeah, Maybe because of the additional alcohol and then more rigid edge of the, even the low alcohol percentage, but still have some kind of, distinct. Because of the aroma. I guess. Oh, that's interesting. I kind of like this kind of sake. Yeah, I like it. Bye. Kanpai. Bye. Yeah, so now you know what is the non-junmai. So non-junmai doesn't mean like bad. Right. Non-junmai is also good. It's beautiful sake. And Definitely. I love it. Yeah. Yeah, you should enjoy non-junmai as well.これは五兵というもので、簡単に言うと神様へのお供え物の一種ですね。